皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルはですね、栗原心平の一問一答の2回目でございます。これは一言では答えられないですね。23歳の頃だったんですけど、まあ強いて言うとうなずくまでのためが足りなかったかなみたいな。あ、すげえいい顔。めちゃめちゃ酔うなこれ。死ぬ間際に糸引いてるの嫌ですね。口の中粘ついてNG 皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルはですね、栗原心平の一問一答の2回目でございます。皆さん見てください。私のお家すごいですね。嘘ですから、いつもの撮影している奥はこんな感じになってるんですね。なんかすごいちょっと洒落てる感じですか。で今日はいろいろ質問にお答えしていきたいんですけど、ちょっとお酒のシーンも兼ねながらやろうかななんて思ってまして、ちょっとこの間ほら手をどこにやればいいかみたいな感じになっちゃって、こんな感じでしたからね。まずはね、このいちこ空山読釈、すごい名前ですよね。武士しか飲まねえみたいな。これロックでねいただきたいと思います。じゃあまずお先に、うわ透き通る心が洗われる空山読釈。じゃあ始めましょうかね。はい。心平ちゃんが料理に目覚めたのは何歳頃ですか。まあ目覚めた定義もいろいろあるんですけど、しっかり作ってたのは多分両親の朝ごはん、日曜日の朝ごはんか、それからわらび餅ですね。小学校2年生ぐらいだと思います。その頃にはもう確実にやってました。料理の道で生きていこうと思ったきっかけは、これはねすっごい難しいんですね。これは一言では答えられないですね。一番最初に料理のお仕事、要はきちんとお金をいただいて料理のお仕事をさせていただいたのは23だったんですね、おそらく。そこから32、3ぐらいまでは今の会社の仕事、要は営業職やってスーツ着て全国飛び回ってたんですけど、その仕事と半分半分ぐらいでずっとやってたんですね。でもそのどっちかに決めるって必要があるのかなっていうふうにずっと悩んでまして、その後いろいろあって、料理の仕事がだんだん増えていって、本当にもう料理の道で生きていこうと思ったのも35、6じゃないですかね。結構だから最近ですよね。どうやって新しいレシピを生み出していますか。もうこれはね本当いろいろあるんですよ。例えば地方に伺ってそのキノコの専門家みたいな方が例えばいらっしゃって、そのキノコ料理ごちそうになった時に、あ、こういう使い方あるんだとかいうひらめきがストックされてるんですね、常に。とかそれこそ新橋のニュー新橋ビルでしたっけ、駅前のビルはとかの本当バスエ感満載の居酒屋で食った、またキノコになっちゃうんですけど、椎茸とゲソのマヨネーズ焼きみたいなねの食べたら、マヨネーズでただ焼いてやるだけかなと思ったらなんかいろいろ入ってるわけですよ。とかそういうのがなんとなくストックされていて、何かレシピ考えなきゃいけない時にスーパーを歩いてると旬のものがありますよね。で旬のものの味を記憶してるんで、その記憶がマッチングする感じですかね。そんな感じですいつも。心平ちゃんの仕事のモチベーションの上げ方ありますか。その仕事終わりにお酒が飲めるということしかありません。それ以外はありません。あとはやっぱり料理の仕事なんで、やっぱりイベントとかやって、この間心平ちゃんのレシピで作りました、うちの旦那がもしくはお子さんが喜んでくれたんですと言ってもらえることはもう最高のモチベーションですよね。やっぱり喜んでもらえるということがもう一番じゃないでしょうか。無人島に調理道具を一つだけ持っていけるとしたら何を持っていきますか。調理道具かどうか分かりませんが、すげえ頑丈なサバイバルナイフ持っていきます。ほらすごいでかいナイフあるじゃないですか、こうやってやぶとかを切っていくようなやつ、あれですね。もうあれ絶対あれ。料理もできる、焚き付けも作れる、獲物は仕留められる、もうそれ以外ないっす。私の家政婦渚さんに出演されてましたが緊張しましたか。緊張はしますね、やっぱりね。雰囲気全然違いますからね。カメラマンさん何台かいて、AD さんもいっぱいいてですね、シーンとしてるわけですよ。で当然普段のね地上波の料理番組とか、このごちそうさまチャンネルみたいに周りの人一切反応してくれないわけですよね。そこ大丈夫かなみたいな。点数98点ですね。いやズブの素人ですからね。強いて言うとうなずくまでのためが足りなかったかなみたいな、そんな感じでしょうか。心平さんははるみさんのどんなところを尊敬してますか。いやもう自己犠牲じゃないですか。はい。自分の幸せは家族の幸せみたいにして生きてきましたからね。やっぱり自分の時間よりも家族の時間大切にしてましたよね。そこは本当見習わなきゃいけないし、第三者に対しても割とそういうところが強い母なので、そういうところは本当料理家としては一番向いてるんじゃないですか。はい。人のことを一番に考える。
お母さんが料理研究家で困ったことがありますか？まあ別に困ったことは正直ないんですけど、なんかやっぱり妙に比較されることとか、その劣等感抱いたことないですかみたいなことを言われるんですけど、全くないですよね。母が偉大がゆえに子供としての僕がこう、みたいな感じは全くないです。だから困ったことはないですけど、まあ、小さい頃によくやっぱり街歩いてると声かけられたっていうのはね、それはちょっと困ったことといえば困ったことですかね。お母様の影響を一番受けていると思うところは何でしょうね。性格よく似てるって言われるんですけどね、心配性で先回りしとくところ、あんまりその失敗がない。でもな、ちょっと違うんだよな。うちの母は完璧主義者なんですよ。だからレシピなんかもう 100% 自分で納得いくまで諦めない。で僕は料理は割とアバウトなところがあっていいと思ってるから、ここまでレシピと分量が出ていればあとは家庭の味と思えるんですけど、母はもう100人が作ったら100人美味しいって確実に美味しいって言ってもらえるぐらい狙っていくんですよね。でそこが似たかったなと思いますね。残念。はい、いただきます。じゃ今度この紬のワスプリッツ麹ってですね、文旦の香りが入ってるのかな。はい、これはねもうショットですかね。あ、すげえいい香り。めちゃめちゃ酔うなこれ。何度ある？先に確かめとこう。43度。嘘でしょ。うわ、アルコールはまあ当然強いんですけど、なんか嫌なアルコール臭は一切しないですね。で文旦の香りは後から追ってきます。これ寝る前に飲みたいですね。まだ寝れないからね。海外旅行から帰ってきて一番最初に食べたくなるものはイワシかサバの塩焼き、もしくはやっぱそばかな、しかもかけそば、あったかいスープのそば。毎日食べているお米にこだわりありますか？これはねないと言ったら本当怒られますからね。私青森県の青天の霹靂応援大使をさせていただいておりまして、もちろん青天の霹靂をいただいております。はい、もう青天の霹靂は、低アミラーゼ米で、冷たくなっても美味しいんですよ。すごい旨味が強いで、割とパラッとしてるんですよね。さらっとパラッとしてる。だからおかずはあんまり選ばない。どんなおかずにも順応してくれて、最後にちゃんとお米の味がしっかりするお米ですね。好きなご飯のお供は何ですか？第3位から第1位まで教えてください。すっげえ難しいな。第3位は筋子、美味しい筋子。第2位は脂の乗ったイワシのたたき、薬味と一緒に合わせてちょっと味噌入れるやつ、もう超好き。第1位はですね、やっぱ今だ麻婆春雨っぽいですね。この間自分でいつも母が作ってくれたのとは違う麻婆春雨作ったんですけど、やっぱ味の濃い麻婆春雨が好きみたいですね。一番嫌いな食べ物はすっごい難しいな。俺嫌いな食べ物なんだっけ？ちょっと難しいですけどね。実はキュウリが割と最近までそんな好きじゃなくて、子供が好きになったから好きになったっていう感じはありますね。嫌いなものないですね多分。最後の晩餐ならぬ最後の晩酌では何をつまみに飲みたいですか？最後の晩酌では何を飲みたいですかって聞くでしょ普通こうだったら。なんでしょうね。最後の晩酌、筋子。もう筋子納豆っす。でも最後死ぬ間際に糸引いてるの嫌ですね。口の中粘ついて。今まで行った国の中でまた行きたいと思う国は、チェコですね。プラハ。もう最高ですね。食べ物もねすごい合いますね。でちょっとアルコール度数強めで、そんなに冷たくないんですよビールは。で量り売りとかもしてくれるんですけど、食べ物のポーション量はね向こうの方体大きいんで多いんですけど、結構美味しいですね。豆煮込んだやつとか料理のバリエーションもたくさんあると思います。また行きたいですね。世界の料理で好きな料理は一つには決められないですけど、やっぱりイタリアンみたいに、イタリアンとかスペイン料理みたいに割とシンプルなものも好きだし、中華料理全般好きですかね。雲南料理とかちょっと民族系の料理好きですね。発酵中華とか。新平ちゃんが大分とのつながりが長いことを知りました。大分のお気に入り料理はありますか？大分のお気に入り料理、琉球とかが一般的ですよね。サバとかを、福岡でいうごまサバみたいにした感じのちょっと厚切りですよね。それも好きだな。大分料理、大分で食べて一番美味しかったのはネギです。細い青いネギ、あれの生産者さんがお店やってて、そこでお鍋食べさせてもらったんですけど、すごい美味しかったですね。青森によくいらっしゃいますが、青森の魅力は何だと思いますか？青森の魅力はですね、もう人とやっぱ食、それから環境全部ですよね。意地悪な方にお会いしたことがない。みんな優しい。すぐ仲良くなるんですよ。お酒飲むと、飲まなくても仲良くなるんですけど、で居酒屋に行って普通にプライベートで飲んでても結構仲良くなる。なんか県民性なんですかね。もう第二のふるさとどころか本当のふるさとにしちゃいたいです。青森でお酒が飲めるおすすめのお店を教えてください。これはね教えられないです。すみません、ダメです。混んじゃう。お休みの日は何をしていますか？ゴルフやってることが結構多いですかね。子供がもう今サッカーのちょっと強いチームに入ったらしくて、土日祝日全部サッカーなんですよね。泊まりってことはあんまり減りましたかね。本当はね温泉とか行ってゆっくりしたいんですけどね。なんか結構忙しいですね。でもね、はい、家の修理とか
新平さんの一日のルーティンはもうルーティンってことがないんですよね。毎日違う仕事です。毎日朝の時間も違う。もうね大変だけど多分ねこういうのがあってるんですよね。同じことを繰り返すのがあんま好きじゃなくて、ただ朝だけはヨーグルトだけを必ず食べる。ヨーグルト1杯とコーヒー1杯、これだけが唯一決まったルーティンですね。あと寝る前必ずお酒を飲むっていう、はい、それもルーティン。得意なスポーツはありますか？まあ得意かどうか分かんないですけど、まあゴルフ結構やりますね。あとサッカー部に中学3年の頃いたことあるんですけど全く向いてないですね。はい、未だにリフティング5回ぐらいしかできないです。だから子供にサッカーを教えるっていうのはもう無理があるんですよ、そもそも。ですからね、ソフトボールやってましたね。あとローラーブレードやってました。お酒も変えてね、日田善コーチ、これねちょっとね癖があるんですよ。これもロックでいただきましょう。これはねもう好きな方はものすごい好きですね。割り物にしないでやっぱりロックで飲むのがおすすめです。あとお湯割りもねいいんじゃないですかね。華やかというか、麦の香りがすごい、なんか例えると僕みたいなやつですね。ちょっと癖ある。はい犬派ですか猫派ですか？完全に猫ですね。もう子供の頃からずっと猫飼ってましたんで、実家でも。で今も猫飼ってます。お仕事以外でも料理はしますか？基本家にいる時は必ず僕が作ってますね。材料なんかも残ってるものがあるし、あとはやっぱ食べたいものも例えば家で仕事の時もあるので、その時は買い出しに行く時に食べたいもの買っといて、例えばお刺身とかね、煮付け用のお魚とかそういうの買って夜作ってます。日々の食事作りは奥様と新平さんどういう役割分担にしていますか？これはですねさっきも言った通り僕がいる時はもう必ず僕なんで、僕が作って、片付けは半分半分みたいな感じですかね。奥様の胃袋を掴んだ勝負飯はありますか？掴んでんですかね。その食事で掴んだっていうか、もうそもそも掴めてんのかっていうNG 難しい。奥さんと喧嘩することはありますか？もちろんあります。さらっと。いやもう NG 新平ちゃんはどんなお父さんなのですか？だんだんなんか最近親父に似てきたなと思いますよね。結構厳しいと思います。ちゃんと怒るとこは怒るし、父が結構厳格なタイプだったので、それよりはだいぶカジュアルかなと思いますけど、だからビビってますよね子供は。でもちょっとふざけ合って調子に乗って怒られるみたいな、そんな存在、ちょっとだから怖い存在ではあると思いますよ。お子様は好き嫌いありましたか？今でもあるんですけど、生のトマトだけはダメですね。なんかチャレンジ精神が今のところまだあんまりなくてですね、新しい食べ物に弱い。いらないみたいな、それ無理やり食わすっていうね。もうゲームさせないとか、もう YouTube 見れないからなとか、そういう脅しで食べてますよ。で食べたら美味しいってこともあるんですよ当然。だって一番好きな食べ物は冷凍餃子が一番好きだって言ってたこの間。どう思います？まずいのかな俺の飯とか思っちゃいますよね。でもちょっとやっぱ手が込んでるから、それがなんかシンプルじゃないから嫌なのかもしれないですよね。軽さもいいんだと思うし、パリッパリになるじゃないですかあれ。で思い返したらうちの父親もあれ超好きだったんですよ。必ず冷凍庫にストックしてあったんで、そこもしかしたら遺伝とか思ったりして、孫と一緒に料理を作りたいのですが、料理好きな子供に育てるにはどうしたらいいですか？お孫さんが女性なのかご自身が女性なのか男性なのかにもよると思うんですけど、お母さんが作るのとかが当たり前じゃないですか。世の中的にですけど、今はそんなことなくなってきてますけど、2人で作るってことあってもお父さんが確実に 100% 作るっていう家はなかなかないですよねまだね。でもお父さんが結構作る頻度が高い家は子供がチャレンジする余地があるんですよね。これは奥さんには本当に申し訳ない、全世界の奥様には本当に申し訳ないんですけど、やっぱり子育てに追われると子供のやりたいっていうことに対して全部許容できないじゃないですか。だからなかなかやりたいって言っても、いやもうまた今度にして、ちょっと今忙しいからみたいなこととかがあるから、だからお父さんがやってる時、休みの日とかにやってる時に子供も一緒に手伝わせるみたいな時間があると多分やり始めると思うんですよね。あとは子供が作ったものに全力で喜んであげることです。美味しいも含めて。だけど美味しいんだけど次こうしたらもっと美味しくなるよってことも含めて、次のモチベーションにつなげ続けてあげることが多分継続の秘訣ですね。皆さんいろいろ、たくさんのご質問いただきまして本当にありがとうございました。今日はですね飲みながら、お答えさせていただきましたけれども、また次回お会いしましょう。乾杯。眠い。